メタン、助けてなのだ。人生、白か黒か、やるかやらないか、究極の二択を迫られて夜も眠れないのだ。あら、ずんだもん。相変わらず極端で、何をそんなに悩んでいるの？毎日ポテチを死ぬほど食べるか、それとも明日から一生断食するか、このどちらが正しい生き方なのか、僕には決められないのだ。極端のレベルが低すぎて呆れるわね。でも、どっちかに振り切らなきゃっていう思考こそが人間を苦しめる原因なのよ。そうなのだ。白黒はっきりさせるのが賢い大人のやり方じゃないのだ。いいえ、お釈迦様がたどり着いた答えはそのどちらでもないの。今日は現代人のメンタルを救う最強の思考法、中道について解説してあげるわ。快楽と供養の果てに得た真理。まず、中道のルーツを知るために、お釈迦様が悟りを開く前の生活を見ていきましょう。実はお釈迦様、最初は超絶セレブな王子様だったのよ。王子様、それなら毎日パーティー三昧、美味しいもの食べ放題なのだ。でも、どれだけ贅沢しても心は満たされなかった。そこで彼は国を捨てて、今度は正反対の苦行の道に走るの。苦行？滝に打たれたり、ご飯を食べなかったりするやつなのだ。もっと過激よ。一日に麻の種を一粒しか食べなかったり、息を止め続けたりして、死ぬ寸前まで自分を追い込んだわ。でも、結局それでも悟りは得られなかった。贅沢もダメ、我慢もダメ、もう打つ手なしなのだ。そこで彼は気づいたの。鶴を張りすぎれば切れるし、緩めすぎれば音は鳴らない。ちょうどいい加減こそが美しい音を奏でるのだ。でね、これが中道の始まりよ。なるほど。極端な快楽も極端な苦しみもどっちも正解じゃなかったのだな。中道はど真ん中ではない？ふむふむ。つまり中道っていうのはちょうど真ん中のほどほどを目指せばいいってことなのだ。そこが勘違いされやすいポイントね。中道は単なる妥協や足して2で割ることじゃないのよ。違うのだ。例えばずんだもん、熱湯と氷水を混ぜて中間のぬるま湯を作るのが中道だと思う？違うのだ。仏教的な中道とはその状況において最も適切に機能するポイントを見極めることなの。お風呂に入るなら40度くらいが適温だし、カップラーメンを作るなら100度に近い方がいいでしょ。確かに状況によってベストなバランスは変わるのだ。その通り。固定観念に縛られず、今この瞬間に何が一番良いかを判断し続ける動的なバランス感覚こそが中道の正体なのよ。だから白黒つけるのは思考停止と言われることもあるわね。どっちかに決めちゃう方が楽だけど、それは思考を放棄してるだけだったのだ。現代を生き抜く中道の生存戦略。でもメタン、今の世の中って勝たなきゃゴミとか100点じゃなきゃ意味ないとか極端な意見ばかりなのだ。中道を貫くのは難しそうなのだ。そうね。SNS や仕事でも敵か味方かみたいな二極化が進んでいるわ。でもだからこそ中道が必要なの。具体的にどうすればいいのだ？例えば仕事ね。会社のために死ぬ気で働くのも極端だし、一切働かず責任も取らないのも極端。中道を行くなら自分の成長と社会貢献、そしてプライベートの健康を最大化するポイントを探るべきよ。耳が痛いのだ。僕はいつもやる気満々か完全にやる気ゼロのどっちかなのだ。それが一番疲れちゃうのよ。自分の状態を客観的に見て、今は少しアクセルを緩める時だなとか、ここは少し踏ん張り時だと調整し続ける。これができるとメンタルを壊さずに長く走り続けられるわ。最強のバランス感悟っていうのは自分をコントロールし続ける技術のことだったのだな。まとめ。さて、今日は仏教の中道についてお話ししたけれど、どうだったかしら？白黒はっきりさせない方が実は頭を使ってるし賢い生き方なんだって分かったのだ。僕も今日からポテチ三昧でも断食でもなく体にいいものを適量食べる生活にするのだ。あら、それは素晴らしい心がけね。でも明日から完璧にやるっていう決意自体がすでに極端かもしれないわよ。グフ、図星なのだ。まずは今夜のポテチを一袋から半袋にするくらいから始めるのだ。そうね。まずは自分のちょうどいいを探すことから始めてみて。皆さんも自分の生活の中で極端に走りすぎている部分はありませんか？コメント欄でみんなのバランス調整術も教えてほしいのだ。メタン、
僕の半袋残ったポテチ代わりに食べていいのだ。それ結局誰かが極端に食べてるだけじゃない。お断りよ。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。